業ってこうなんか畑だけに縛っちゃうとちょっともったいないなと思ってて、自分のこの身の回り全体でもってなんか農家みたいになるとちょっといいよなと思ってて、生きる力になっていくっていうのがなんかすごいことだなと思いますね。なんかそういうところになんか魅力を感じてますね。畠山の川崎亮太です。妻のマリです。三重県のいなべ市っていうところで無農薬で露地の野菜をいろいろ旬のものを20種類ぐらい作ってます。育ったのがここから20分ぐらいのところで、ちっちゃい時からずっと自然遊びをしてて、なんか自然に関わる仕事がしたいなと思って農学部に進んで、一番大きかったのは大学後に行った青年海外協力隊で田舎、アフリカの田舎の方でこう野菜栽培のなんかアドバイスみたいなのに携わらせてもらった時に、もうなんかアドバイスするどころか向こうの人がその物資とか豊かじゃないのに現地のものでうまいことこう自然に合わせてやりくりしながら生きてる姿がなんかめちゃくちゃかっこよくて、生きる力みたいな、もうなんか買ってこなくてもあるものでうまいことこう回ってるのがなんかすごいなと思って、でもなんかそういうことをやれるようになったらいいなみたいなところからなんやかんや気づいたらこうなってました。僕なんかもう農業全く興味なく体育大でなんかバカみたいなことばっかやってたけど、で体育の先生とかになるのかなってずっと思ってたんですけど、僕も大学卒業後に青年海外協力隊でアフリカのエチオピアっていう国に行って、当時は体育教師をやってたんですけど、現地の今までの自分が生きてきたその日本の常識がもうガラガラガラーっとこう崩されていく感じがすごくって、なんかこうその頃になんか人って何なんだみたいなことをちょっとなんか23歳ぐらいでそんなことを考えるようになって、でなんか帰国した後にもう一カ国行ってみようと思ってニュージーランドに行ったんですよね。でニュージーランドでこうなんかファームステイみたいな感じで点々といろんなお宅にこうお世話になってたんですけど、なんかニュージーランドももうみんななんか5時には家に帰ってきてて、でもみんな敷地がむちゃくちゃ広いんですよね。もうすげえうちの畑ぐらいの庭とか持ってて、で普通の人が鶏だったり羊だったり豚だったりひどくても牛とか飼ってて、でもなんかこう週末もどっか出かけるとかじゃなくて、もうなんか庭の手入れとか動物のお世話とかなんかそんな生活をみんな普通にしてて、でなんか9時ぐらいになったらいやもう寝るわみたいな生活感があって、あそうかみたいな、いろいろなんかそういうのがあって、でその畑の作業とかもすごい自分の中で楽しかったし、いやこれはもう帰ったら農業やろうみたいな感じで、はいそう農業やろうかなと思って帰ってきた次第です。いやもうたまたま彼女がその農業系の会社で勤めてて、でそこがなんかこう社会人向けのこう農業学校を運営してたんですよね。でなんか僕が農業の研修を受けてたんですけど、その研修先の僕の師匠にあたる人がそこの講師で行ってて、でたまたま僕が一回ちょっと遊びに行こうって思ってたタイミングでこの人もなんか遊びに来ててでそこで協力隊の話とかすごいなんかこう話が盛り上がってみたいな。ででも結婚と収納のタイミング一緒なんですけど、いなべに来て収納して席も入れてみたいな感じで本題始まってます。で黒木土っていう種類の土があるんですけど、僕の研修したところは黒木土だったんですよね。でやっぱり土が変わるってもうすごい変わる、その農業のやり方自体がものすごい変わるんですよ。だからやっぱり慣れてる土がいい。であとは黒木土はすごく作業性が、簡単に言うと作業性がいい土で、いきなり始めても
結構やりやすいみたいなところがあるんですよね。だからまず黒木土の場所にしようっていうのが1個で、土で選ぶみたいな。であとは証券がある程度近い、あんまり田舎行き過ぎるとまたこれはこれで流通が大変だったりするので、証券が近いっていうのと、で最後にやっぱり田舎っていうのは譲れなかったので、この土、証券、田舎っていうこのポイントで探してて、プラスなんかすごいここでなんか人のご縁というか、なんかいろんな縁がこうバーって広がってったこともあって、もうこれはもうなんかそういうことなんだろうなみたいな感じで、もうなんかいなべにしました。いや2人したり。はい、パートさん3人です。で、はい、去年の10月からうちで社員として働いてくれてる三浦くんです。よろしくお願いします。巣を巻いてました。光合成を補うの、そうですねっていうののためにやってます。栽培期間中は、農薬、化学農薬とか化学肥料に頼らないようにするということで、一応不使用でやっています。なるべくその自然にあるものを、利用したりとか、自然のサイクルにこっちが合わせて、無理しないで作るっていうようなのができた方がいいかなっていうような、なんとなくもう気持ちの問題なんですけど思いがあって、そういう方法でやってます。うちが大事にしてるのは野菜が主役というか、土作りとかいろいろあるんだけども、土作りもじゃあ何のためにするかっていうと、やっぱ野菜がこうきちっと育ってくれるためにだから、一番重点を置きたいのはそこで、そっから植物も、キャベツと人参と、例えばキュウリとかがあった時に、こうみんなで全然違う生き物であるっていうことがものすごく大事で、これが言っちゃえばだから人間と豚とクジラぐらい違うってちゃんと認識しないといけないんですよね。その一個一個違う野菜についてどういう生き物なのかっていうのをちゃんと理解して、でそれも野菜も僕たち人間と一緒で、種っていうこの要は卵みたいなものから赤ちゃんのステージがあって、その成長期である中学生ぐらいのステージがあってみたいな、やっぱ行くんから、同じ生き物でなんかそこをちゃんと今どのステージにいるのか、どういう栄養素がいるのかとかっていうことを言っちゃえば科学的にというか、根拠を持って栽培していくようにするっていうのをなんかすごい大事にしてます。なんかよくこう科学と自然ってこうなんか全く相反するものみたいなイメージがあるんですけど、やっぱり科学って昔の人たちが自然に興味を持って、これってどういうことなんだろうっていうのを定義づけていったというか、自分たちの理解に落としていったのが科学だから、やっぱこれ今分かっているその人間のベストなところをちゃんと理解して、だけど現実のこの自然で起きていることも見ながらどうやっていくかみたいな、農薬とか化学肥料を使わないっていうこの2つだけでやっぱ全ては決まらないから、よくなんか勇気がいいとか観光はダメだとかあるんですけど、なんかこう自然界は人間のその勝手なカテゴライズだけで決まらないというか、そうっていうのはなんかずっと頭にちゃんと置きたいなとかはなんかね思いますね。いやなんだろうな、農家になってよかったなって思うのどうですか？私にとってですけど、やっぱりこうアフリカの原体験があって今があるのに関係してて、やっぱ生きる力になっていくっていうのがなんかすごいことだなと思いますね。それで言うとやっぱり予測不能なことがすごいあって、なんだけどその中で自分なりにいつも考えて、こうしたらうまくいくかなとかいうのをいつもやるんですけど、なんかそういう意味でなんか今言った生きる力というか対自然っていうところに対して
自分で工夫してやっていく力がつくのはなんかすごいあるなっていうふうにはなんかすごい思いますね。あとなんかそういうのを通してあれだよね、自然のことが分かるというあ、そう、それが一番面白い。って思った時に考えた結果、あれ使えるんじゃないかと思って使ってみたらなんかうまいこと言ったりすると、そのものの特性が分かったりとか、なんか自然がどう流れてるかが分かったりとかっていう、なんか身の回りの理解につながるのがまた面白くて、なんかそういうところになんか魅力を感じてますね。ないっすよ、こんなのはもう普通にこうやって取ってさ。これ美味しいでしょ。これ美味しいでしょ。ほらめっちゃ肉厚でしょ。これがたまらないですね。農業ってこうなんか畑だけに縛っちゃうとちょっともったいないなと思ってて、自分のこの身の回り全体でもってなんか農家みたいになるとちょっといいよなと思ってて、キノコとか鶏とかなんかそういうところまで含めて身の回りの自然を利用して生きてるみたいな感じで、暮らせてるのはなんか楽しいなと思ってて、でなんかこの全体のこの自然がこう動いていて、でしかも自分も所詮その中の一生物でしかないみたいな、なんかこれをなんかこう自分で実体験として感じれるのはなんかすごい面白いなっていうのはめっちゃ思いますね。でも今農業って本当に多分多様な形があって、専業農家だけが別に正解じゃなくて、兼業でできる仕事も多分たくさんあるし、農業でもどういう形の農業を選ぶかで、多分その季節で働くのか、週に何回っていうその頻度を減らして働くのかとかでも、その生計を立てる方法っていろいろあるから、女性向きのやり方もあるだろうしっていうことで、多分農業に対する関わり方って本当に多様なので、だからなんか甘く見ると多分痛い目に遭うんですけど、でもあんまりこう気負いすぎずに自分に合った形を探してその脳に触れていく人が増えたらいいなっていうのをなんかすごく思いますね。エチオピアに行った時にあっちの人の方が楽しそうだなっていうのはなんかずっと思ってたんですよ。今の日本の人と当時のあっちのエチオピア人と違ったの何かと思った時にすごい思ってるのが3つあって、お金と、時間に対する考え方と、あとは人間関係のあり方が大きかったと思ってて、でお金に関して言うと僕らってなんかこうお金があれば何でも買える、何でもできるみたいなことがあるじゃないですか。でも逆にお金ないと何もできないみたいなとこあるじゃないですか。例えばね、じゃあ電気来なくなりましたどうしますかみたいなとか。でもあっちの人ってもうそういうのあんまり多分なくて、で逆に言うともう先のこと考えてないから、僕の友達とかなんか給料日に「お前飯おごってやるよ今日」とか言って、で5日後ぐらいにまた話してると全部使っちゃったみたいな。で将来の心配はないんですよ。結局生命保険みたいなとかそういうのもないし、別に病院も充実してないから、そんな先の心配して生きる必要がないというか、からもなんかもうすぐお金使っちゃうとかそんなんだし、でそんな感じなんですよ。で時間に関して言うと、もう学校の先生が例えば授業平気でサボったりするんですけど「お前なんで昨日来なかったんだよ」って言ったら「いや家族が来たんだ」みたいな。でだから休んだみたいな。でもそれみんな普通だから、生徒も別に先生来なくても OK みたいなもあるし、なんかこう散歩してたら友達がお茶してたから「何してんの?」って言ったら「友達と待ち合わせしてるんだ」って言って「何時いつなの?」って言ったら「頼むんだ」って言うから「お前午後ずっとここいるのか」みたいなっていう時間感覚でいるんですよね。でもうだからこうなんかやっぱなんか忙しいとイライラするじゃないですか。なんかやっぱ時間をゆったり持ってるって人間にとってすごい大事なんだなと思ってて、で最後なんか人間関係はやっぱりそのお金とかがこうカチってないから助け合うんですよね。で人間って多分もともとそうやって弱い生き物で助け合って
コミュニケーションとか言葉とかを生んで上手に助け合ってこう生きてきた生き物だと思うから、なんかこれ多分すごい大事なんだと思ってて、だからお金がなくなっても誰か助けてくれるみたいな感覚が絶対にあったしっていうのを、なんかすごい最近この3つのこの組み合わせが多分あの人たちをあんなに楽しそうに生きさせてたんだなっていうのをちょっと思っていて、でと思った時になんか自分たちもだから今すごい思ってるのは、今農業と家族暮らしっていうところだけにしようと思ってて、もう他のことやんのやめようっていう。で多分これを自分なりに一生懸命なんかこう突き詰めていったところに、こう自分の人間って何とかのなんか納得いく何かがあるんじゃないかと思ってて、でなんかそれがなんかそれを取りもうなんかこういろんなこと考えなくていいから、もうそこに集中しようっていう。なんか人間なんかそんなたくさんのことができるわけでもないし、もうそんなもういろんなとこ遊び行く必要もないし、こう自分の身の回りの人となんか物事ときちっと向き合えてるっていうことが多分一番幸福度が高いというか、こう心の満足ってすごいあるんじゃないかと思ってるので、なんか田舎で農業っていうのがそれができるなんかこう可能性があるんじゃないかっていうのを最近すごい考えてて、なんかこういうなんていうんですかね、ちっちゃいんだけど本当はなんかここで人間は満足できるんだよみたいなところを自分なりにこうしっかり考えていけたらいいかなっていうのはなんかね最近すごい思ってるんです一生懸命農業をするし、一生懸命家族のことをするしっていうので、自分たちにとってもいいし、社会から見てもというか、地球にとってもそういう人の方がこういいんじゃないかなみたいなのをなんか漠然としたイメージで何の根拠もないですけど思ったりしてて、こう田舎にこもりきってそれで自分たちで自己満足というよりは、なんかそんな社会はそういう人たちがいっぱいいる社会素敵だなみたいなのはちょっと描いてたりはします。